同じ仕事をしているはずなのに、評価される人と埋もれていく人、その差は一体どこにあるのだろうか。今回は本当に仕事ができる優秀な人の特徴を重点紹介する。それは決して生まれつきの才能ではないし、習慣や考え方の積み重ねで誰でも鍛えられる力だ。見落としがちなポイントもあるので、ぜひ最後まで聞いてほしい。1、先を読んで動く。優秀な人は作業の流れや人の動きを見ながら先を読んで動くことができる。目の前の情報やこれまでの経験から次に起こりそうなことを読み取り、トラブルや滞る箇所を先に潰していく習慣があるのだ。例えば会議資料を作るときでも、相手から必ず聞かれるであろう質問や承認時に必要になる根拠データまで準備した上で提出する。だから仕事が一発で通る。このタイプの人間は言われたことだけをやることを意思とせず、常に今目の前の作業が全体のどこにつながっているのかを理解しようとする。だからこそ今やるべき行動を先回りして選べるのだ。逆に指示待ちの人はチャンスを逃し、トラブルが起きてから慌て始める。優秀な人の先を読む力は才能ではなく、状況を俯瞰する習慣から生まれているのである。2、他人を萎縮させない空気を作れる。優秀な人は有能でありながらも、他人を萎縮させる存在にはならない。仕事ができる人ほど近寄りがたいなんて言われるが、本当に優秀な人はその逆である。むしろ話しかけやすく、相談しやすい。なぜなら無駄に人を緊張させない空気の柔らかさを持っているからだ。ポイントは威圧感のなさではなく、余裕の空気だ。ミスをしても頭ごなしに怒鳴らず、まず事実を聞く。自分の仕事が忙しくてもイライラを表に出さない。だから周りは萎縮せず思考を止めずに済み、結果としてチーム全体のパフォーマンスも上がる。優秀さとは個人の能力だけではなく、周囲から情報と信頼が集まる土壌を作れることでもある。他人を黙らせるのではなく、動きやすくする存在。それが本当の意味で優秀な人なのだ。3、ミスを引きずらず次に生かす。仕事ができる人は失敗そのものよりも失敗の扱い方がうまい。ミスを恐れないし隠しもしない。なぜならミスは恥ではなく改善の材料だと知っているからだ。例えば職場で何らかのミスが発生したとき、普通ならミスした当人は落ち込み、周囲も空気を重くさせるが、優秀な人は真っ先にどこで確認漏れが起きたのか、どんな仕組みにしておけば防げたかと事実を整理し始め、次の行動につなげる。チェック体制を整えたり手順を見直したりして、同じ失敗が繰り返されないように仕組みを作る。つまり優秀な人とはミスしない人ではなく、ミスを糧に学習し成長する人なのだ。4、言葉ではなく安心感で信頼を積み上げる。信用される人というのは派手な宣言や演説で信頼を勝ち取るわけではない。本当に優秀な人は任せても大丈夫だという安心感で信頼を積み重ねている。それは口先ではなく普段の行動で証明するものだ。約束した期限は守り、できないと判断した時点で早めに共有する。感情的にならず状況を淡々と整理する。こうした小さな安心の積み重ねが最終的には大きな信頼へと変わる。逆に任せたけど大丈夫かな
と思われる人は、いくら言葉を並べても信頼が積み上がらない。信頼とは説得ではなく安心の習慣から生まれる。5. 再現性のある仕組みを作れる。大したことのない人は仕事を作業として終わらせるが、優秀な人は仕組みとして残す。つまり自分じゃなくてもできる形に整えるのである。同じ作業を毎回ゼロからやるのではなく、手順をテンプレ化し、資料の型を決め、誰がやってもミスしにくい状態を作り出す。この仕組み化の力を持つ人は時間の貯金が増えていく。周りからはいつも忙しそうに見えないのに成果だけは出しているように見え、逆に仕組みを持たない人はずっと火消しと残業に追われ続ける。優秀な人の仕事はただ結果を出すだけでは終わらず、それを他の人も再現できる状態にして初めて完了なのである。6. 人を動かすのがうまい。優秀な人は自分一人で成果を出すのではなく、周囲の力を引き出して成果を最大化する。その鍵は命令でも納得させる説明でも圧でもない。本当に人を動かす人は相手の役割、相手のメリット、なぜそれをやる必要があるのかを的確に伝えることができる。そしてもう一つ重要なのは、相手のプライドを傷つけないこと。できていない点だけを指摘するのではなく、必ずここまでは助かっている、だから次はこうしてほしいという形に整えて伝える。だから相手は動かされるのではなく、自分の意思で動きたくなる。人を動かす力とは相手を支配する力ではない。相手のモチベーションと行動のスイッチを押す力である。これを持っている人間は組織の中で必ず頭一つ抜ける。7. 責任の線引きが明確。優秀な人は自分の責任はどこまでか、相手の責任はどこからかを曖昧にしない。そして問題が起きたときに誰が悪いかではなく、どこで判断を誤ったか、何を修正すればいいかを考える。責任逃れも責任の押し付けもしない。逆に中途半端な人ほど自分のせいではないと先に言い訳を始める。しかし優秀な人はまず自分に原因がなかったかを探る。だから信頼される。問題から逃げない人間として自然と仕事が集まってくるのだ。8. 感情と事実を分けて考える。優秀な人も普通の人間と同じように腹も立つし、悔しいとも思うこともある。だがその感情を判断には混ぜない。例えば部下がミスをしたとき、感情で怒るのではなく、まず何が起きたのか、どこで問題が発生したのかを整理する。逆に成功したときも浮かれすぎず、なぜうまくいったのかを分析する。仕事において感情は燃料になるが、舵取りを任せてはいけない。感情で判断をすると人を傷つけたり、自分の信用を失ったりする。9. 疲れている雰囲気を出さない。どれだけ忙しくても眉間にシワを寄せたり、ため息をついたり、周りに圧をまき散らしたりしない人。そういう人は近寄りやすく、相談されやすく、情報が集まってくるから、結果として仕事もスムーズに回る。逆に忙しいオーラを出す人には誰も話しかけなくなり、結果的に仕事がうまく進まなくなって、さらに忙しくなるという悪循環に陥ることもある。余裕を持っているのではなく、演出できるのが優秀な人なのだ。10. 体調、メンタルも自己管理の一部。本当に仕事ができる人は、体調やメンタルを根性で何とかするもの、
とは考えていない。睡眠、栄養、休息、集中できる環境はすべてパフォーマンスの一部であり、仕事と切り離せないと理解している。徹夜や働きすぎを自慢しない。むしろどんな状態でも最高のパフォーマンスを出すことを重要視する。心が乱れれば判断が狂うし、体調を崩せばプロジェクトは止まる。そのリスクを理解しているからこそ自分を管理する。優秀さとは壊れるまで頑張ることではなく、壊れずに成果を出し続けることなのだ。ここまで紹介してきた特徴は特別な才能でも天才だけが持つ能力でもない。どれも意識と習慣の積み重ねで鍛えることができるものである。しかし多くの人が途中で諦める。理由は簡単で、成果が出るまでに時間がかかるからだ。優秀な人だけが違うのは能力の差ではなく、正しい習慣を静かに積み上げ続ける粘り強さを持っている点である。もし今の自分に足りていない部分があったとしても、それは伸びしろでしかない。才能があるかどうかではなく、どう振る舞うか、どこまで積み上げるか、そこだけが結果を分ける。今日の内容が明日からの行動を少しでも変えるきっかけになれば幸いだ。頭が良い人の人間関係の作り方13選。頭の良い人とは、ただ知識が豊富な人や学歴が高い人のことではない。人間関係において無駄に敵を作らず、周囲から信頼される。そんな関係性を自然と築ける人こそ本当に賢い人なのだ。今回はそんな頭が良い人がやっている人間関係の作り方を13個紹介する。あなたはいくつ当てはまるだろうか。1、距離感を調整する。人間関係は近すぎても遠すぎてもバランスを崩す。頭が良い人はこの距離感を自然に調整できる。親密な関係でも相手のプライバシーやペースを尊重し、必要以上に踏み込まない。一方で相手がこちらを信頼して心を開いてくれていると感じたときは、自分も自然に心を開き、少しだけ距離を縮めることを意識する。この微妙なバランス感覚が相手に心地よさと安心感を与え、自然な信頼を生むのである。2、相手の話に質問で関心を示す。ただ聞くのではなく、質問で関心を示すことが重要だ。それはどういう経緯で、その時どう感じた、など、自然な質問で相手の話を深めることで、相手は自分のことをちゃんと理解しようとしてくれていると感じ、心理的な距離が縮まる。頭が良い人はこの質問のタイミングと内容を見極め、会話を相手中心に進める術を持っているのである。3、自分の弱さも見せる。完璧さばかりを見せる必要はない。頭が良い人は自分の弱さや迷いを適度に見せることで、相手も心を開きやすくなると知っている。失敗談や悩みを共有することで対等な関係が生まれ、信頼が深まるのだ。弱さを見せることは決してマイナスではなく、関係を強くする武器となる。4、聞いたことを覚えて生かす。相手の名前、趣味、過去の話など細かい情報を覚えて、次に会った時に自然に生かす。例えば、前に言ってた映画面白かったや、先週相談してくれた件順調そう、他にも聞きたいことがあれば言ってねとさりげなく触れるだけで、相手は自分に関心を持ってくれていると感じることができる。頭が良い人はこの小さな記憶の積み重ねで人間関係を密にしているのである。
5、自分の価値観に一貫性を持つ。ぶれない価値観は人に安心感を与える。状況や相手によって態度を変えず、一貫した考え方を示すことで人は自然と信頼を寄せる。頭が良い人は自分の軸を明確に持ち、安易に他人の評価や空気に流されない。この一貫性が人間関係の安定性を支える土台となるのだ。6、小さな気遣いを積み重ねる。大きなアクションよりも日常の小さな気遣いの積み重ねこそが信頼を築くこともある。みんなのために書類を先に準備しておく。印刷機の用紙や備品が切れたとき、放置せずにさっと補充する。日頃のちょっとした声かけなど、さりげなく相手を思う行動が人の心に残る。頭が良い人はこの小さな積み重ねの価値を理解しているのである。7、相手の価値を認める。頭が良い人は相手を自分の尺度で判断せず、その人の強みや努力を素直に認める。小さな成功や努力にも目を向け、この人はこういう点がすごいと心から伝える。例えば部下や同僚がうまくやったことに、よく頑張ったね、ここの工夫がいいねと声をかけるだけでも、相手は自分を見てくれていると感じて、自然に信頼と好意が生まれる。相手を認める姿勢を一貫して持つことは人間関係の質を大きく左右するのだ。8、感情をコントロールする。怒りや焦りに任せて行動すると関係はすぐに壊れてしまう。頭が良い人は感情を抑え、冷静に対応する術を持つ。衝動的に言わず、状況を客観的に見て、相手の立場や状況を考慮して行動する。冷静さは信頼を生み、長期的な関係を維持する鍵となるだろう。9、縁を手放す冷静さがある。関係を続けることだけが正解ではない。時には距離を置くべき人や状況を見極め、縁を手放す冷静さも頭の良さである。無理に関わるよりも、自分も相手も自然に生きられる選択をすることで、他の関係によりエネルギーを注ぐことができるのだ。10、適度にユーモアを交える。笑いは人間関係を柔らかくする潤滑油である。頭が良い人は相手の雰囲気に合わせてユーモアを交え、緊張や硬さを和らげる。場を和ませることで自然に距離を縮め、心地よい関係を作ることができるのだ。11、否定より理解を優先する。意見が食い違ったとき、すぐ否定するのではなく、なるほど、そういう考え方もあるのかと理解を優先する。頭が良い人は自分の正しさを押し付けず、相手の立場を受け止めることで関係を壊さず、むしろ信頼を深めるのである。12、相手の成長や成功を喜べる。頭が良い人は相手の成長や成功に素直に目を向ける。他人を踏み台にするのではなく、共に喜び合える関係を大切にする。嫉妬心や競争心に邪魔されず、相手の努力を認めて喜ぶ態度は信頼と安心感を生む。こうした自然な共感が人間関係をより強く深いものにするのだ。13、思いやりを忘れない。最も基本だが最も重要でもある。頭が良い人は思いやりを行動の基本として自然に表す。立場や肩書きに関係なく、正社員も派遣社員もアルバイトも含め、相手を人として尊重し誠実に接する。日々のやり取りの中で言葉遣いや態度に気を配り、相手に安心感を与えつつも、必要な時には厳しさを持って対応する。このような自然な思いやりは
人に信頼され、長く深い人間関係を築く土台となるだろう。頭の良い人がやっている人間関係の作り方は、決して特別な方法ではない。一つ一つは小さな習慣や姿勢に過ぎないが、それが積み重なることで人は信頼され、安心できるつながりを持てるようになる。人間関係を賢く築くことは、自分を偽ることでも相手に媚びることでもない。誠実に、そして無理なく関われる関係を増やしていくことこそ賢さの本質なのだ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。